こんにちは。多聞丸の、カンコレ、提督の多聞丸です。本日も、元気に、配信をしていきたいと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、本日は、題名に書いています通り、練習ティータイム、こちらの方の任務ですね、攻略していこうかと思いますので、よろしくお願いします。それでは、最初にですね、今回の、作戦、任務の内容ですね、こちらの方をご説明したいと思います。お面さん、誠ありがとうございます。今日も、来ていただいてありがとうございます。一生涯ソロプレイヤーさんも今日も来ていただいてありがとうございます。本日も元気に配信をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、任務の内容の方ですね、ご説明していきたいと思います。こちら、ウォースパイト、本郷、アークロイヤル、ネルソンおよび、J 級駆逐艦から4隻以上を含む艦隊を編成。同 T タイム艦隊で本実習に A 判定以上の勝利を4回以上達成せよ。T タイムは大切ねという内容ですね。書いてる通りこの上位の6名から4名を、そして自由枠として2隻ですね。本実習の演習で勝利4回以上ということになっております。なかなか、この編成を組むだけでも、レアリティといいますかね、なかなか難しいと言いますかね。もしかしたらこちらは1年間の任務となっていますから、今すぐには達成できなくても次回のイベントが開催されれば、こちらの任務ですね、達成できるようになるのかななんても思いますし、建造もウォースパイトできるようになっていますから、あとそうしますと、このネルソン、そしてジャービス、そしてジャーナスですね、こちらの誰かがいれば、こちらの任務ですね、進めることができるという感じになってはないでしょうか。空母93、今日もコメントありがとうございます。本日は練習ティータイム、これから始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。多聞丸のカンコレ提督の多聞丸です。いつもご視聴に来ていただいてありがとうございます。なかなか以前は、多い時は毎日もう配信してたんですけども、なかなかそこまで時間が取れず、最近は5日、早くても3日に1回というペースになっていますけども、頑張っていきたいと思います。おめんさん、コメントありがとうございます。BGM、そうですね。少し、じゃあ BGM 下げてみますね。はい、少し調整してみました。音量はどうでしょうか。もしよければコメントで何か OK か何かいただければありがたいです。そうですか。おめんさんありがとうございます。聞きやすくなったということで、では、このままこの配信を続けていきたいと思いますね。では画面の方を切り替えましょう。
はい、空母93も、コメントありがとうございます。OK ということなので、では自信を持って、始めていきましょう。ではこちら、はい。それでは編成の方ですね、こちらのように組んでいます。はい。4隻とは言わずにもう6隻ということで、組ませていただきました。この艦隊のオートムはいいな。まさに収穫祭のようだ。新ジュフ秋祭り、悪くない。どれ、私も参加しよう。黒ギャル、今日もやる気満々ですね。いいと思います。そうだ。おのおのがその責務を尽くせば勝てる。ネルソンはいつも、こう元気ですね。そしていつもイベントの苦しい時に、助けてくれます。今日も、助けてくれると思いますので、期待しています。マヨン、どうしました？ウォースパイトはとにかく運の値が、尋常でない数字を74と今なってますけども、この数字が、何を意味するかといえば、とにかく命中率とクリティカル率の発生条件が極めて、高い、そういうこともありますし、もちろん生存能力も高いということになっていますね。皆さんコメントありがとうございます。ネルソンの積んでいる偵察機もう一機欲しいなということですね。ネルソンに積んでいる、偵察機ですと、こちらですよね。一部の艦無双、この偵察機搭載すれば火力、対戦、回避索敵ですね。こういった補正が入ることもあって、装備させています。もう一つ確かに、欲しい装備ですね。この戦いの後もまた提督と紅茶が飲みたいね。はい、いつも紅茶で、逃げわしてくれます金剛さんです。もう今は第3段階階層まで来てしまいましたけども、魚雷まで搭載するようになりまして、野戦の火力も高まっていますから、前回のイベントでは最終回帰で、大暴れしてもらいましたので、次回も後半回帰で、大暴れしてもらえると期待しております。よくこの可愛い笑顔で、俗に言うところのスライムみたいなイラストがよく、ジャーナス表現されたりするんですけども、この J 型、共同駆逐艦、駆逐艦の中の、機関を務める意味合いで、性能的には若干、対戦能力、そして対空能力ですね。こちらが高く、装甲も、若干ですけども、他の駆逐艦に比べますと高い設定になっておりますね。その分ちょっと野戦火力があまり期待できないところがあります。それでも、通常の戦闘艦並みの戦闘能力はありますので、十分、次回の作戦も、望めるのかなと考えています。装備はちょっとまだ相手編成見てないので、ちょっと、変えるかもしれませんけれども、とりあえずこんな感じにしています。そして、ジャービスですね。実を言いますと、
この5人ですね、6人ですね、この編成の中で、一番最後に私の艦隊に来てくれたのがこのジャービスになります。思い返せば、2年前、第1期の最後のイベントですね。そちらの海域のドロップだったんですけどもね、あの時はもうクリアするので精一杯で、なんとか、最後まで、頑張ってみたんですけども、開港することができずにと、それから遡ること1年半くらいですかね、経って、ジャーナスが、最後の、報酬となったイベント、海域の、その前の、そうですね、その一つ前のステージのまたドロップ艦で登場したんですね。なのでその時は絶対に出すよということで、頑張っていまして、結果的にようやく出てきてくれたと。本当に、その時嬉しかったですね。ジャービスの特徴は、とにかく幸運感、雪風に匹敵する運の値が高いということに尽きるかとは思います。あとはジャーナスと、性能的にはほとんど同じです。一生涯ソロプレイヤーさん、大型建造でウォースパイトとアークロイヤルが出るらしい。回した方がいいですかということですね。ですね、一応大型建造の方、私もまだ詳しく、まだ把握してないんですけども、今現在分かっているのは、このアークロイヤルを建造するのに、ウォースパイトを秘書官にする必要があるということですね。なので、ウォースパイトが、やはり最初のキーになるということです。資源的なところですね、どれくらい必要なんでしょうかね。ちょっと調べてみましょうか。大型建造、大型建造。すいません。今ちょっと調べてみたんですけども、ちょっとこれだという確証が持てないです。申し訳ないです。おそらくですけども、戦艦レシピですね。燃料6000、弾薬4000、鋼材6000、防気3000、開発資材は、多分20なのかな。いえいえ、私もちょっと勉強不足で申し訳ありません。やっぱりこういったところに、ちゃんとした知識ですね、勉強しておかないといけないなと、つい思ってしまいます。はい。いずれ、確率は、大和や武蔵もそうなんですけども、
正直言いますとかなり低いです。なので、できれば、2日に1回、安全にいくなら3日に1回で、建造すれば、それほどダメージは少ないのかなと。資材があんまり減りますとね、モチベーションが下がったりしますから、あまり大型建造満室にはお勧めできないものですから、計画的に、やっていかれる方がいいと思います。ただ、回さないと入手もできないといったところも本当なので、そこは、ぜひですね、試してみてくださいと今、お話ししたいと思います。それでは、早速、練習していきましょう。こんばんはです。どうも、綺麗な綺麗さんではなくてヘルシーさんですね。今日も、ご来場いただきありがとうございます。本日は、演習ティータイム、こちら任務をやっていこうと思います。もう随分経っちゃいましたね。始めないといけませんね。そうですね、おめんさん、コメントありがとうございます。こんばんは。イベ海域のドロップ狙いの方が副産物が多いので、そうなんですよね。イベントの副産物として前回はヤマトが出ましたからね。ロースパイトもアークロイヤルも、ネルソンも今度は出るということですから、そのために資材を貯めておく方が良いのかもしれないですね。それでは研修相手ですけども、まず上から順番に行ってみますか。さあ、最初のお相手は、単管ですね。ありがとうございます。それでは、出撃です。見つけたぞ。伊賀さん、アークロイを攻撃隊発艦始め。見つけたぞ。伊賀さん、アークロイを攻撃隊発艦始め。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。はい、霧島流メガネっ子艦隊さんのおかげで、一勝することができました。面白い艦隊名をつけられるもんですね。勉強しなければなりません。でのオーナーか。前アドムラ、貴様の指揮のおかげだな。だが、悪くはない。Thank you very much indeed. Operation has been completed. では、最初の一勝は、できましたね。では、次の演習に行ってみましょう。次は、ステイホーム月間。どれ、私も参加しよう。演習の組み方は人それぞれなので特に何もなんですけども、一番下に潜水艦がこうね紛れ込んでいるのがよく演習であったりしますので、気をつけなければいけないですね。今回は、復讐陣でいきます。見つけたぞ。伊賀さん、アークロイを攻撃隊発艦始め。見つけたぞ。伊賀さん、アークロイを攻撃隊発艦始め。シュート。外れた。シュート。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。ファイヤーファイヤーファイ
ってみるか。はい、ヘルシーさん、コメントありがとうございます。私の第一艦隊名は栄光の交番胸艦隊です。ですね。これはコメントに困りますね。どんな編成を組まれているのかは、想像にお任せするとしましょう。それでは2勝目、することができました。私がそういただいておく。この栄誉を女王陛下とあなたに。いいですね。この女王陛下とあなたにという言葉、かっこいいです。Operation has been completed. お姉さん、察しということなので、皆さん想像されている通りではないかもしれないんですけども、艦隊のメンバーを想像されてみるのも楽しいと思います。この艦隊のオートムはいいな。まさに収穫祭のようだ。新ジュフ秋祭り、悪くない。どれ、私も参加しよう。ヘルシーさん、コメントありがとうございます。RJ さんのうちは踏まれてないでなぁと、踏まれてない。含まれてないでなぁですね。これも、ご想像にお任せするところですね。では、期間をちょっとジャービスに、変えまして、3戦目いきたいと思います。3番目は、今度は空母が5隻ですね。それでは、行ってみましょう。春は、揚げ物、夏は夜食というコメントを残されている。なかなかわびさびのあるコメントじゃないですか。では、戦闘開始です。私を怒らせたわね。逃さんぞ。シュート。全訪問。ファイヤー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 。ダーウィンちゃんと見てた？What? トーピード？本当はちょっとしつこいのよ。沈まない。ダーウィンちゃんと逃さんぞ。シューファイヤー。全訪問ファイヤー。本当はちょっとしつこいのよ。ねえ、行こうか。シュー。いやー、驚きましたね。まさかいきなり、ジェット機飛ばされると思っていませんでしたし、関西機はガチ編成でしたね。でも、野戦で、決着をつけましょう。
おめんさん、コメントありがとうございます。耐えきれば勝てるということでした。なかなか、やっぱり空母は怖いですね。先制攻撃で、ウォースパイターを無力化されちゃいましたし、ちょっと危ないなと思ってました。まあでも、なんとか勝てました。ジャービスやっぱり可愛いですね。この野戦火力、期待できる、戦力ですね。お見せできて非常に良かったと思います。はい、では次の、演習に行きたいと思います。一緒が SO プレイヤーさん、放棄が減っていく。そうです。ジャーナス、なかなか、機関にする機会がなかったので、今回は、機関ですね、務めてもらいましょう。資源のことで、遠征を回すんですけどもね、やっぱり、防気サイトは一番貯めるのが難しい資源になりますので、今回は特に集中して今蓄えてようやく20万になろうとしております。ヘルシーさん、コメントありがとうございます。カンストで指を迎えて基地航空で防御を吹っ飛ばすのがマジ泣きますと。おめんさん、演習の相手艦隊がガチ艦隊から単艦秋月になった時の話をすると。本当に演習もタイミングによって編成がガラリと変わる場合がありますからね。そこら辺はあまり考えないようにしていきたいかなと思いますけどね。今基地配置という話もありましたけども、基地航空隊、特に後半回帰になりますと、第2、第3と部隊が多数出撃することになると、必要以上に防機もなんですが、燃料の消費が通常の出撃艦隊とプラスしてさらに消費がしますので、とにかく燃料が足りなくなるというのが最近の傾向になります。なので今燃料は25万まで、上げてはきておりますけども、不安ではありますね。貯めやすいことは貯めやすいんですけども、消費もしやすいといったところで、ここら辺は備蓄していきたいですね。ヘルシーさん、今カンストしているので今のうちにと思って基地航空の熟練付けだけします。基地航空隊の熟練度は確かに重要です。もうこれだけ攻撃力が2割から3割、変わってきますから、それだけで特に、最終局面においてはここの部分をやるかどうかでクリアできるかどうかが決まってくると言っても過言ではありません。さて、あと2つ残っておりますが、ニムがいますね。この艦隊どうなってるんでしょうね。見てみますか。これはちょっとこれはまずいですね。潜水艦が3ですか。いけますね。行きましょう。では演習開始です。陣形は、副従陣でいきましょう。みんな頑張ってきてね。
貴様の指揮のおかげだな。だが悪くはない。 Thank you very much indeed。 おめんさん、一生涯ソロプレイヤーさん、コメントありがとうございます。一応先制対戦感がですね、そうですね、ジャーナスとジャービスは先制対戦ができるようになっています。よく見ていましたね。一生涯ソロプレイヤーさん、潜水艦頭がということですね。潜水艦が飛艦になりますと単王化定型になりますから、戦力は落ちるんですけども、それでも、潜水艦昼戦で叩かないと野戦では落とせませんからね。そういった不安がちょっとありましたけども、無事に勝利することができました。なんとか無事に帰ってこれたみたい。よかった。これで、4勝ですね、することができました。さあ行こう。主力艦隊抜病する。エドマイロ、どうしました？ウォースファイト、この子も、通常回帰でなかなか出番がないんですけども、でもやっぱりもう支援艦隊では常に、決戦支援の切り札として、使っています。もう次のイベントはおそらく、通常回帰、連合艦隊、そのどちらかで出撃する機会が必ず訪れますので、その時にまで、連動ですね、少しでも上げていきたいと思います。I am much obliged for your kindness. What's this? Admiral, あなた、この手は一体どういう意味かしら？説明してくださる？一応任務はこれで達成になっていますけども、もう一つですね、演習ありますので、これを攻略して、最後締めくくりたいと思いますね。大丈夫ですね。では、演習開始です。そうですね、おめんさん、ウォースパイトは支援よりも一隻確かにいてくれればとも思います。でも、ここはちょっと耐えましょう。Enemy ship is in sight. Open fire. 全訪問ファイヤー。要は各艦がその責務を全うすることを期待する。続け。 What? Torpedo? 全訪問。私はもう沈まない。ファイヤーファイヤーファイヤー。ダウン。じゃあシロ、本当はちょっとしつこいのよね。ファイヤーファイヤーファイヤー。逃さんぞ。シュー。私本当はちょっとしつこいのよね。はい、演習ですね、無事に、終わることができました。本当にみんなお疲れ様です。そして、ご視聴になっている皆さんもお疲れ様です。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。本当に今回はみんな均等に MVP を取っていってる感じですね。狙ったわけではないんですけど、こんな感じになると嬉しく思います。初見さんいらっしゃい。リコさんとお読みすればよろしいのでしょうか。多聞丸の、カンコレ提督の多聞丸です。通常任務やイベントですね、
たまにこういう演習だけの配信などもやっておりますので、よろしくお願いいたします。ちょうど、任務も達成できましたので、アイテムですね、受領していきましょう。こちら、演習ティータイム、ウォースパイト、金剛、アークロイヤル、ネルソン、および、ここ小さいですけどね、J9 駆逐艦から4隻以上含む艦隊を編成。同ティータイム艦隊で本実習に A 判定以上の勝利を4回以上達成せよ。ティータイムは大切ねをクリアしました。そしてアイテムですね。ヘルシーさん、コメントありがとうございます。ミスさんは神経実装任務のソーフィー回収任務も終えられましたかということですね。こちらの任務まだ終わってないです。なんかいつやろうかなと思ってましたけども、ここはそうだな、新型航空資材をいただきましょうか。今コメントいただきました、こちらの、精鋭福場飛行隊、すいません、読み方間違ってたらすいません。おへんさん、そうなんですね、航空資材がいただけるようなのでいただきました。はい。精鋭福場、服用なのかな、ちょっとすいません、勉強不足かもしれないですね。飛行隊を編成、秘書課にアークロイヤルに回収マックスソードフィッシュを1番スロットに搭載、そしてソードフィッシュとフルマーですねを2機を廃棄、そして熟練搭乗員と弾薬と防気サイト家具1500用意するといった任務ですね。皆さん調べてもらってありがとうございます。服用ですね。はい。精鋭服用飛行隊。はい。こちらの任務まだ終わってないんですよね。ジャパンの秋、いいわね。この雰囲気。I am much obliged for your kindness. 本当にウォースパイトの言語が流暢すぎて真似することは到底できないですね。Her Majesty's ship, Ark Royal.先ほどの任務まだやっておりませんけども、ここで、任務を、やってしまいましょう。私のツイッターを見ていらっしゃる方でもまだこれ出しましたね。昨日確かマックスにしたのを一つ用意しておりましたので、こちらを、回収するんですけども、確かそうか、まずロック外さないといけないんですね。ロック外しまして装備して、Japanese Navy airplane? なるほど。そして、この任務を付け忘れて廃棄するとちょっと悲しいことになりますので、ちゃんと、任務は、されてますね。OK ですね。そしてソードフィッシュとフルマーですね。フルマーは確か誰か持ってたはずなので、ない。通常かな。ありましたね。この2つ。はい。あと、ソードフィッシュが、1つと。ソードフィッシュは、アークロイヤル
専用装備ではないんですけどもね、先ほどはちょっと出番がなかったんですけども、野戦に突入したときに、通常は野戦の航空隊、そして見張り員を、見張り員ではないですね、こちらの夜間作戦航空要員と夜間戦闘機を組み合わせることで野戦攻撃が、通常はできますが、アークロイヤルだけはソードフィッシュを搭載することで野戦攻撃ができます。ただ攻撃力は、本物といいますかね、野戦航空隊には劣りますけども、それでも爆戦並みの通常の艦隊の戦闘力、爆撃力はありますので、相手が駆逐艦や軽巡洋艦クラスであれば、十分撃破することはできるのかなと思います。ヘルシーさん、コメントありがとうございます。これで新規任務コンプで雪改装任務万全ですねということですが、まだ、多分5の5絶対任務に入ってきそうな感じしますね。まだ終わってないです。でもそれ以外は、これで終われそうなので、これはこれでいいのかなと思います。それでは、回収ですね。回収、はいですね。そうですね、もうあさってには、バージョンアップといいますか、アップデート入りますからね。雪風、どんな感じで来るのか楽しみです。では、フルマちゃん、一時さらば、一時の、お別れです。ソードフィッシュもまた会う日までさようならと。これで、廃棄は完了となりました。そして、精鋭服用飛行隊の編成ですね。任務を受領しましょう。精鋭飛行隊、ソードフィッシュマーク2熟練配備完了です。必ず活躍の場が近いうちに来るでしょう。Not so bad. でも、アドミラル、少ししつけがいるみたいね。そこに座って。そう。ソードフィッシュ、発艦始め。お面さん、雪風の2隻を準備してもう待機中ということですね。そして、マーク3なら迷わずやったのにということもありますしね。確かにマーク3はちょっとね強いですもんね。別格ですから、最終回帰の報酬だったこともあって、性能比べちゃうのはちょっとかわいそうかなと思いますけども、でもやっぱりある程度数を揃えることが重要なのかもしれないですので、私も今回このマーク2、2つ目ゲットできましたので、アークロイヤル、このソードフィッシュ、何か期待を持たせてくれる編成になってしまいましたね。そうですね、ヘルシーさんコメントありがとうございます。そうですね、ユッキーは2機待機してますが、あれってフレみたいな階層パターンになるんですかね。おめさん、おそらくそして解ける開発資材、開発資材は最近はもうとにかく減りますからね。
一生涯ソロプレイヤーさん、イベントでの装備特攻になりますな、と、諸説ありということですね。本日はですね、演習ティータイム、そして、精鋭服用機編成、達成することができました。本当に皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございます。それでは、本日最後ですね、今日は何の日コーナーを、やっていきたいと思います。本日ですね、こちら、本日、11月11日は、生ハムの記念日となっています。ちょっとタイトルとこれを消しますね。ヘルシーさん、任務おつありがとうございます。本日はですね、生ハムの生産の盛んなスペインで古くからサン・マルティンの日である11月11日に豚を加工して生ハムを作る習慣があることにちなんで、スペインでは収穫祭の日であり、冬の始まりの日と知られる。生ハムの普及とその美しさと食文化を PR することが目的だそうです。平成28年、2016年、一般社団法人日本記念協会により認定登録されたそうです。生ハムと言いますと、近年ですとスペイン、そしてイタリア、フランスですね、世界の市場ではこれが普及と足並みを揃えて急激に拡大しているそうですね。日本では明治時代にドイツ製法の文化が導入されて、南ヨーロッパの長期熟成ハム文化というのは最近らしいんですよね。そしてハムは英語で HAM から訳されてますが、語源はスペイン語の JAMON、フランス語が JAMBON、これはちゃんと調べたわけでいいでしたね。この2つの言葉の意味は、豚のもも肉を指す。したがって、生ハムとは一切加熱加工されることのない豚のもも肉を使用して長期熟成を特徴とするハムである。一切熱加工はしないんですね。なかなか難しそうですね。なんか美味しそうな生ハム食べてみたいですね。いろいろハムのコメントをいただきましてありがとうございます。鍋にしたらやっぱり美味しそうですしね。そんな、本日生ハムの日を、紹介させていただきました。本日は、タモ丸のカンコレ、提督のタモ丸です。いつも見に来ていただけている方、本当にありがとうございます。そして、今回も、初見さんで見に来られている方もお疲れ様でした。まだまだ、続けていく、そんな、ことが多いこのカンコレですね。続けていきますので、皆さんも、一緒にプレイして楽しんでいきましょう。空母9さん、自分はハヌロと鍋したいと、それもいいですね。リコさんもお疲れ様でした。リコさんでお読み方よかったのでしょうか。もし、違っていれば教えていただけると嬉しいです。一生涯ソロプレイヤーさん、生ハムさぞかし蒸したらうまいんだろうな。多分美味しいと思いますよ。ヘルシーさんも、ハグハグしたいだけ当時お疲れ様でした。
リコさんで合ってるんですね。では次回からも、そのようにお願いいたします。皆さん、コメントありがとうございます。本当に、本日もお付き合いいただきましてありがとうございます。次回はおそらく、土曜日の配信になるかと思います。また皆さんとお会えることを、期待して、本日の放送をこれで終わりたいと思います。皆さん本当にお疲れ様でした。そしてまたお会いいたしましょう。じゃあね。